INFP と INFJ の違い、見分け方、詳しい解説あり。行きたくない集まりに誘われた時、INFP の場合。うわぁ、どうしよう。正直、行きたくない。ゲームするとか、自分の大好きなことだけをしていたいな。でも、面倒くさいけど、行かないと嫌われるかも。行く。行きたくない集まりに誘われた時、INFJ の場合。でも仲間の一員として声をかけてくれたことは嬉しいし、行けばみんなのこと、いや人についてももっと知れるかもしれない。そしたら今後の人間関係もやりやすいかも。行くよ。ENTP マトの、ここでちょっとだけ解説。INFP と INFJ の見分け方。INFP と INFJ は似ているようで、実は使っている心理機能が全然違うんだ。左に行くほど、それぞれのタイプが一番よく使う機能で、右側が使うのが苦手な機能だよ。その中でも、今回注目すべき違いは、それぞれのこの判断機能の FI と FE だね。判断機能とは、見た、聞いた、物事に判断や決断を下す機能のことを。INFP は FI、それに自分は満足できるかどうか、自分は好きか嫌いかといったように自分自身に焦点を当てて決断します。そして INFJ は FE、周りの人たちがその状況に満足してくれるかなという風に他者に焦点を当てて決断しようとするのだ。あ、今誘われた集まり、あやとも参加するの？よかった。俺の仲いい人がいて、集まる人の中に俺の知らない人も正直多くて、やっぱり行かないこうかと思ってたけど、俺、あやとがいるなら行けるかも。僕も行くよ。レイ君、僕のことを頼りにしてくれているんだ。なんだか嬉しいな。正直気が重かったけど、なんだかちょっとだけ大丈夫な気がしてきた。みんなのことを知れるきっかけになるかもしれないし、一応楽しみにしてるよ。ここでちょっとだけ解説パート2。 INFP と INFJ は同じ感情型 F 型で、基本感情や価値観をもとに判断を下すタイプだけど、説明したように感情型も FI と FE の2つに分けることができ、より自分自身に焦点を当てている INFP は自分が何を好きで嫌いかの意見をはっきり持っている傾向が強いので、嫌な集まりには行かないとすぐに決めることもよくあるだろう。他人から見た時に個性的だと映る人も多いね。一方で自分自身の視点を一旦無視し、周りを起点に考え行動する INFJ は結局自分自身が何が好きで嫌なのかよくわからないという人も多い印象だね。良くも悪くも周りの意見を自分の意見として表現しがちで、時に平凡な印象を与えることも。INFP と INFJ は同じ N 型で、同じ感情型 F 型だから似てるかもだけど、実はそれぞれの内側で起きていることは全然違うのさ。INFP と INFJ の違いはもっとあるよ。もしこの動画が好評ならパート2を作るからコメント欄で教えてね。そしてチャンネル登録と高評価を忘れずに、あなたのあるあるも教えてね。おい、てめえ、また俺の顔を使って遊びやがって。